皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。よかったらぜひご検討ください。それと私のこのチャンネルを見てくださっている方の 50% はチャンネル登録者ではありません。なのでもし定期的に見てくださっている方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと高評価ボタン、これですね、押していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。今日のテーマは日本の人が朝食に何を食べているのかです。朝食は朝ごはんのことですね。で、もちろんいろんな人がいると思います。で、いろんなものを食べていると思いますが、朝食って割と結構何を食べているっていう範囲が狭いんですね。夕食ってみんないろいろ食べると思うんですよ。和食食べる人もいれば、中華料理だったり、韓国の料理だったりとか、外食する人もいれば、もうどこの国の料理って言えないものとか、なんかいろんなものを食べてるんですね。日本の場合、みんな結構夕ご飯はいろいろ違うものを食べています。毎日同じメニューで、例えばカレーとかね、毎日カレーを出したら、多分家族がもう嫌だって言うんですよ。で、毎日違うもの食べたいなって思うんです、夕飯は。多分大概の人が。で、ただ、朝ごはんは割とみんな、決まったものを食べていると思います。なので、そういう日本の食文化、食生活の勉強になると思いますので、ぜひ楽しんでみてください。今回私が参考にしたのは、カルビーがやった調査です。カルビーはお菓子の会社です。かっぱえびせんでまず有名になって、あとじゃがりこ、その前にポテトチップスが有名ですね。で、あとじゃがりこも大人気です。あとじゃがビーとか、いろいろあります。コンビニに行けばカルビーの商品がたくさんあると思います。そういう会社です。で、そのカルビーが、朝食のシリアルも出してるんですね。なので多分こういう朝ごはん、朝食についての調査をしたということだと思います。で、1万人の回答を分析した結果です。で、1万人のデータって結構他になかったんですね。他いろいろネットで探したら500人とか1000人とかしかありませんでした。それだとちょっと少なすぎるじゃないですか。なので、このカルビーのやってくれた1万人のものを元にお話しします。で、この1万人も、年代もきちんと10代、20代、30代、40代からまんべんなく回答してもらっています。まんべんなくっていうのは偏っていないってことですね。それぞれから同じように回答が来ています。で、男女比、男性と女性の比率もほぼ同じ。なので、だいたいですね、10代の人で、1000人ちょっと、20代で1000人ちょっと、みたいな感じで80代まで、合計で1万人以上の人からの回答を得ています。じゃあまず最初に何を食べているかの前に、まず朝食を食べてない人もいるっていうデータがありました。で、確かに食べてない人もいるので、どれくらいの人が食べてないかからまず話すと、ほぼ毎日、週に6日食べてる人っていうのは全体の 75% だそうです。逆に言えば 25% の人、4分の1の人は食べてないってことですね。で、ここは年代別の差が顕著に出ています。顕著っていうのは著しく、すごく目立つ形で出ているということです。まず70代以上は 90% 以上食べています。ほとんどの人が食べています。で、20代は
58% が食べている。約 60% が食べている。逆に言えば 40% が食べてないってことですね。で、この20代が一番食べていない年代でした。で、特に一人暮らしで働いている人が食べていないということでした。で、あと、その世帯、家族構成で見ると、一人暮らしで、59歳までの人は、45% が食べていないそうです。だからやっぱり一人暮らしになると、いいかなってなっちゃうことが多いのかなと思いました。なんか私もですね、一人になったら、誰かのために料理するってなくなったら、すごいいい加減な食生活をしそうで、ちょっと怖いです。気をつけないとなと思っています。で、あと、子供のいる世帯は、割と食べてはいるんですけど、なんと、その 25% も食べてなかったんですね。ただ、この子供のいる世帯っていうのが、59歳までだったので、多分59歳にもなると子供は30近いとか30超えてたりしますよね。そうすると、みんなが働いてるとかでバラバラで食べたり食べなかったりってことも十分あるのかなと思いました。さすがにね、子供が、小さい時とか小学生、中学生ぐらいは食べさせてると思うんですよね。食べさせてほしいですね。子供は朝ごはんを食べなければいけないと思います。で、じゃあ実際にそれぞれ何を食べているかという話です。ですね、これは結構面白かったです。まずですね、朝の主食としてご飯とパンとシリアルがあります。主食っていうのは皆さん聞いたことありますか？主は主人の主、主にっていうメインって意味ですね。で、食が食べるです。で、主食っていうのはご飯とかパンとかうどんとかの麺類とか食事の中心となるものです。で、この食事の中心っていう考え方が、もしかしたらその日本文化なのかもしれないんですけど、私アメリカに行った時に、夕食に、例えばお肉がメインで出るとすると、そのお肉と野菜と、じゃがいもがあったりなかったりとか、それだけってことがよくあったんですね。で、なんか魚をわざわざ、ふみは日本人だから、魚を、今日は焼くよとかって焼いてくれて、すごい嬉しかったんですけど、そういう時も、私にとっての主食がなかったんですね。つまり、日本の食事で育つと、ご飯かパンが必要なんです。おかずには。例えば肉があるとか、魚があるとか、で、野菜がある。としたら、そこにご飯かパンが必要なんです。で、なんかそのご飯とかパンがないと、食事が終わった気がしないんですね。完全な食事とは言えない気がしてしまうんです。おかずしかないみたいな感じになるんですね。多分これは結構多くの、日本の人が持ってる感覚だと思います。例えばそのじゃがいもが主食の国とかあると思うんですけど、じゃがいもはですね、日本では主食ではないんですよ。主食にしてる人もいるかもしれないけど、じゃがいもはおかずなんですよね。だから、やっぱり、ご飯かパンが欲しい。で、あと、麺を食べるときは、さすがに麺は私の中では主食なんですけど、やっぱり、ラーメンとご飯っていう組み合わせがあるように、ラーメン食べてもご飯食べたい人っていうのもいると思います。なんで、ご飯とパンってすごく大事な存在なんですね。日本の食事では。で、朝食の場合も、その3つが上がってました。まず主食として、ご飯かパンかシリアルか。で、それをそれぞれ何%ぐらいの人が食べてるか、だったんですけど、皆さん、どれ一番日本の人が食べてると思いますか？朝ごはんに。ご飯でしょうか？パンでしょうか？
シリアルでしょうか？まずですね、シリアルは外れます。シリアルはだいたい 5% 以下ですね。ちなみに、このカルビーの結果は平日と休日で分けて回答を、してもらってました。で、平日と休日で違う結果というか、またちょっと結果が変わっていたので面白かったです。で、ですね、平日も休日もシリアルがとにかく少ないです。5% 以下ですね。あまりシリアルで朝ごはんにする人はいないということです。じゃあ、二大主食のご飯とパン。さて、どちらを多く日本の人は朝食に食べているでしょうか？答えは、パンです。パンでした。負けました。私はご飯なので、パンに負けました。でも、やっぱりね、朝パン食べる人多いので、最近は、パンの方が多いですね。で、平日の場合は、この調査結果ですと、平日はパンが47% ぐらい。で、ご飯の方は 41% ぐらい。だから、そんなに変わらないですよね。言ってもどっちも 40% 以上の人が食べてるわけだから、どっちも同じくらい、ちょっとパンが多いかなって感じです。ただですね、休日、土日になると、ご飯が 35% に減るんです。そして、パンが 53% に上がります。だから差がね、ちょっと開いてたんですね。で、面白いなと思いました。ただ、その気持ちは私も、わかるんです、この感覚。私は普段は平日も休日もご飯を食べるんですけど、買い物をしていってね、たまに明日は土曜日だからフレンチトースト作ろうかなとか、明日は土曜日だからホットサンドにしようかなとか思う時があるんです。忙しい土日だったらそれは思わないんですけど、用事がない朝ごはん9時とか10時でいいかなって思うような休みの前の日にたまたま買い物とかをしていると、じゃあ、ちょっとパンにしようかなって思うんですね。だからそういう感じで、休日はパンっていう人が多いのかなと思います。あと、何もそんなフレンチトーストとか作んなくても、パンは楽だからパンにするっていうこともあると思います。そう、平日パンが多いのは、本当にパンは焼けばすぐ食べれる。だからパンは楽ってことだと思います。で、あと、パンって多分、パンだけで食べれるんですよ。バターとか塗るにしても、もし他におかずがないとしても、パン1枚食べれば、割と満足すると思うんですね。でも、ご飯って、ご飯だけあっても正直、朝ごはんにはならないんですね。やっぱりご飯があったら味噌汁がなきゃとか、ご飯だけじゃなくて、生卵で卵かけご飯にするとか、納豆かけるとか、ご飯には絶対何かが必要なんですね。だから、平日は、それで忙しくなるからご飯だと、パンが多いのかなと思いました。で、あともう一つは、子供はパンの方が好きっていうのもあります。パンってちょっと甘いですよね。日本の食パンとかって砂糖が入ってて、ふわふわしてて甘いんですよ。だから子供はだいたいパンの方が好きです。なので特に子供が食べないって悩んでる親とかはもうパンなら食べるからパンにしよう。楽だしっていうことだと思います。で、この主食についてすごく面白かったデータが、その年齢とともに年代で主食が変化していくことなんですね。さっき言った 40% とか、あれは、すべての年代を足したものです。だからすべての年代を足してパンを食べる人の方が多いんですけど、例えばですね、平日の場合ですけど、10代の子の場合は、ご飯を食べている子が 60% いるんですね。で、パンは 30% ぐらい。で、シリアル 3% なんで、100% にはならない計算ですね。そう。ただ、ご飯の方がパンの2倍いるんですよ。
20代もまだちょっとそんな感じで、20代はご飯が 50%。で、パンが、35% ぐらい。で、30代になってくると、だんだん、ご飯が減ってはくるんですけど、まだご飯の方がパンより多いです。30代はご飯が 46% で、パンが 40%。で、40代になってここが逆転します。ご飯とパンだと、本当に 2% しか変わらないんですけど、40代ではパンの方が多くなります。で、50代とかになってくるとだんだん差が開いてきます。50代になると、なんと 15% ぐらい差が開いて、もうパン派、パンの方が多いですね。で、60代も 20% ぐらい差が開いてますね。で、どんどん、そのままずっと80代までもうパンを食べる人の方が増えていきます。で、私の予想ですけど、10代、20代ご飯が多いのは、これ多分親が、ご飯の食事を用意してるんだと思います。栄養で考えた時に、ご飯の方が、栄養がバランスよく取れるんですね。今私ご飯とパンだけで言ってますけど、ご飯ってやっぱりご飯だけじゃないんですよ。ご飯だったら大概は味噌汁多分作ってると思います。プラスそれに納豆とか卵とかなんかさらにおかずをね用意してると思います。だから全体的にバランスが良くなる。で、子供が小さいうちとかってやっぱ親は食べ物に気を使いますよね。子供がどんどん大きくなるほど、そんなに子供の栄養に親は気を使わなくなると思うんです。でも、まだ子供が小さいうちって、強い体を作るためにって、気をつける人が多いと思うんです。で、そうなると、やっぱり絶対ご飯の方が栄養がある。栄養があるというか、バランスのいい食事になる。っていうのがまず一つあると思います。あと、よく言われるのが、ご飯の方が腹持ちがいい。腹持ちがいいっていうのは、お腹が空かないってことです。パンとかってその時お腹いっぱいになっても、やっぱすぐお腹空くんですよ。でも、ご飯ってもう少しお腹が空くまでの時間が長くなります。だから、学校で子供がお腹空かないようにお米を食べさせようと、ご飯を食べさせよう、みたいな、そういう気持ちが、親の方にある結果なんじゃないかなと私は想像しました。そう。この辺の理由はね、特に書いてなかったです。面白いですね。年代によって朝ごはんにご飯を食べるのか、パンを食べるのかが変わってくるということですね。で、年をとってパンになってくる理由は、噛む回数が少なくて済むとか、じゃないかなってちょっと思いました。柔らかい、とにかく日本のパンは、パンって言ってるけど、ほぼ食パンだと思います。で、食パンってすごいふわふわで柔らかいんですよね。だから、だんだん、歯が弱ってくるとか、顎が弱ってきたりすると、やっぱりパンって、食べやすいと思います。すべての年代を通してシリアルは、5% 以下ですね。あんまり、やっぱり日本ではシリアルは、そこって主流ではないということですね。そう、だからシリアルコーナーとかもそんなに種類はないんです。だからアメリカの話を聞くとシリアルの箱が100種類ぐらいわーって並んでるって聞くんですけど、本当でしょうか？どんな感じかなって思いました。でもちょっと砂糖の摂りすぎは本当に体に良くないので、少なくとも甘いシリアルは良くないんじゃないかなと思います。では次に、主食はじゃあさっきご飯かパンかという話をしましたけど、それ以外に何を食べているかというのが1位から10位まで載ってたんで、それを言いますね。これも平日です。もしかしたら休日は回答がいろいろ分かれたから休日のがないのかもしれないですね。じゃあまず1位は、ヨーグルト、牛乳、乳酸飲料です。つまりこれ全部なんか乳製品ですね。で、健康のためにこういう乳製品を取る人は多いです。私もそうだ、最近ピルクルっていう乳製品に、乳酸飲料か。ピルクルってヤクルトみたいなやつ、飲んでます。で、次2位はコーヒーと紅茶です。
これはですね、私も実はご飯を食べた直後にコーヒーを飲んでます。だから朝ごはんに、ご飯と一緒にではないけどコーヒーを飲んでいるということですね。で、3位、味噌汁です。多分味噌汁はパンと一緒というよりは多分ご飯の人が作っていると思います。で、味噌汁は本当にいいんですよ、体に。まず、味噌が発酵食品ですよね。ヨーグルトもそうですけど、発酵させると体にいいものができますと。で、体に良くなる。で、その味噌汁の中には、いろんな野菜とか入れられるんですね。野菜が足りない。そういう時に、もうとにかく味噌汁に私は野菜をたくさん入れます。ただ、私の味噌汁は大体もうどんなのか決まっていて、大体豆腐が入ります。それと緑の野菜が入ります。緑の野菜は、大体小松菜か水菜っていう、葉っぱなんです。緑の葉っぱが入ります。はい、入りますが入れます。で、あと、油揚げを入れます。油揚げというのは、豆腐を油で揚げたものですね。で、油で揚げた状態で売っているので、もう豆腐とは全然見た目が違います。ただ、ちょっと油なので、味噌汁が、美味しくなるんですね。美味しくなる気がします、私は。なんで、油揚げを入れると。で、あとは、わかめを入れることもあります。とにかくなんかいろいろ入れると体にいい気がするんですよね。いい気がするっていうかいいと思うんですよ。で、手軽に、栄養のバランスのいい汁になるので、私は毎日味噌汁を作っています。そう、でも、息子が、息子とか、あんまり味噌汁好きじゃないってずっと言ってたんです。でも私、これはもう絶対、好きか嫌いかの問題じゃなくて、栄養のために作ってるから食べてって言って、味噌汁は必ず食べさせてます。そしたらですね、この春大学生になって一人暮らしになった息子が、一緒にその引っ越した日にスーパーに行ったんですね。で、そこで、味噌汁を作るから何を買ったらいいかなみたいなことを言ってきたんで、びっくりしました。あれ、味噌汁嫌いって言ってたじゃんって思ったんですが、多分、味噌汁を朝は食べるという癖が、ついたのか、もしくは、やっぱりちょっと寂しくて、ちょっと家庭の味として味噌汁を作ろうと思ったのかもしれませんね。とにかく、いい習慣を子供に残せたかなと思ってます。はい。3位が味噌汁です。で、4位は、卵料理です。卵料理は多分何でもいいでしょうね。ゆで卵でもいいし、卵焼きってこともあると思う。スクランブルエッグとか。あと、もしかしたら、卵かけご飯っていうのがあるんですけど、あれ料理ではないんですけど、生卵を割ってご飯の上にかける。で、お醤油かけて食べるのが卵かけご飯です。これ普通に美味しいんですよ。だからそれも入ってるかもしれないですね。この卵料理には。で、5位は果物です。果物はビタミン C が取れますからね。で、6位は野菜の副菜って書いてあります。これは、例えば多分野菜を茹でたりしたものだと思います。それとか、サラダかもしれないですね。とにかく何か野菜ってことです。で、7位は、発酵食品で、納豆、漬物、キムチなどって書いてあります。はい、私も毎日納豆を食べています。で、私が納豆を食べる理由は、好きだからではないんですよ。体にいいからです。で、そう、最近ちょっと飽きたんで、今まで、1パックに 50g か 40g か、最近いろんなものの量が減ってるんで、最近45とか 40g になってるんですけど、それだと多すぎるので、最近私はちょっとちっちゃいカップにしました。30g 入っているものです。そう。で、私、子供に納豆を食べさせたいんですけど、3人とも
もう納豆は食べたくないって言って拒否してました。で、さすがにそれは、無理強いはできなかったです。無理強いっていうのは無理やり食べさせる。無理やり何かをさせるのが無理強いと言います。で、無理強いはできなくて、味噌汁は、絶対食べてって、絶対飲んでっつって飲ませたんですけど、納豆はね、そうはしませんでした。で、子供たちは納豆が、臭くなるから嫌だって言ってました。学校に行くのに臭くなるって。まあでも普通は納豆は、食べた後、歯を磨けば、体の中から匂いは出てこないので、臭くならないと思うんですけど、納豆はね、嫌みたいですね。で、私も、子供の時納豆そんな食べてなかったです。で、あと漬物キムチですね。はい。で、8位が、前日の夕食の残り。これは確かにうちもわざと残すこともあります。私はご飯と味噌汁に納豆があるからいいんですね。白いご飯って何かと一緒に食べたいんです。昔私白いご飯だけ食べてもよく噛むと甘くなって美味しいなと思ってたんですけど、白いご飯だけじゃなくて何か欲しいって子供が言うんですね。だから納豆食べればいいじゃんって言っても嫌だっていうので、例えば、うちの場合はよく、しらすと鮭とかを買ったりしてます。しらすっていうのは小さい魚です。なんかすごい小さい魚を茹でて白っぽく、茹でると白っぽくなるんですけど、それがパックで売ってます。で、これが2日ぐらいでダメになるんですね。だから2日間ぐらいはそれを食べて、で、3日目ぐらいからは冷凍の塩鮭を買っておいて、鮭ですね、塩につけた。でそれは本当に焼くだけなんですね。美味しい、食べやすくて。で、それを焼いて出すとかしてみます。で、そういう前日、そういう鮭とかしらすがないような時は、前の日に、夕飯をちょっと取っておいて、で、それを朝ごはんにちょっとだけ出すとかしたりもします。じゃあ、主食以外に食べているもの、9位はスープとかシチューですね。多分味噌汁はご飯と合うんですけど、パンに合うのはスープとかシチューとかだと思います。ちょっと洋風な味付けのものですね。で、10位が野菜ジュースでした。まあ飲んでるってことですね。野菜ジュースを健康のために飲んでる人も多いと思います。で、私のこともちょっと話したんですけど、このうち、1位の乳酸飲料と2位のコーヒー、3位の味噌汁、そして7位の発酵食品は、1回の食事で私毎回食べています。で、ちょっとここに今日の朝食べたものを出しますが、今日はですね、ちょっとリッチでですね、果物がありました。キウイとリンゴが、キウイとイチゴがありました。で、普段は果物は高いから買わないんです。ただ、この日は、夫が買い物に行ったんですね。息子の誕生日のケーキを作ったんです。で、そのケーキにイチゴを乗せたので、その余りのイチゴです。あと夫が買い物に行ったのでキウイを買ってきたんだと思います。そう、私どうもね、果物高くて買えないんですよ。なので、冬はよくリンゴを箱で、買います。あと、うちの親が買って送ってくれたりします。本当にありがたいんですけど、本当はね、果物もね、体にいいから食べたいんですが、なかなか食べられません。で、あと、今朝の食事は、鮭ですね。ちょっと今2切れしかありませんが、これ3人分用に3つに切って、1切れを3つに切りました。で、1人食べたので今2つ残ってます。で、味噌汁は、見た目がそんな素敵ではありませんが、小松菜という緑の野菜、青い野菜って言います。が入ってて、お豆腐が入ってます。あと本当に油揚げとわかめが入ってます。で、
ご飯には納豆をかけた状態で写真を撮りました。納豆は納豆だけで食べる人もいますが、うちの夫はお腹が空くと納豆だけ食べてたりします。タンパク質が取れるからですね。ですが、普通はね、だいたい、お米にかけて食べます。だから前、生徒さんが、納豆買って食べましたって納豆だけで食べている写真を送ってくれたんですが、私ちょっと心配でした。まずいって思わなかったかなって。ご飯と食べるともっと美味しいので、もし納豆が嫌いっていう人は、ぜひご飯と食べてみてもらいたいです。日本で納豆を食べる機会、ホテルとかだと普通は米と一緒に納豆が出てる。米っていうかご飯ですね。ご飯と一緒に納豆が出てくると思うので、納豆だけで食べることはないかもしれませんが、納豆はご飯と食べてください。それが一番美味しい食べ方です。あと、見た目が悪いですが、ナスを焼いたものがあります。これが、さっきの主食以外に食べているもの、6位で野菜の副菜って言ったんですけど、それに当たります。副菜っていうのは、ですね、主菜に対して副菜っていう言い方をします。主菜がメインのおかず。で、副菜っていうのがサブのおかずです。で、多分今回主菜は何になるんだろう。主菜はすごい少ないですけど、鮭で、こんなちっちゃい鮭ですけど。で、副菜が、じゃあ、ナスなんだと思いますが、ちょっとね、醤油で味付けたらこんな真っ黒になっちゃいました。でも味はとても美味しかったです。はい。ということで、以上が日本の1万人の人を対象としたアンケートの結果分かったその人たちの食べている朝食でした。例えば日本ではこの納豆とか独特だと思うんですね。でも本当にこの主食以外に食べているもの1位から10位まで全部納得できるものだったんです。ああ、食べてそうとか、ああ、私も絶対食べたことあるものなんです。だからやっぱりこの結果はすごく日本らしい結果だったんだと思うんですね。で、皆さんの国でそういうアンケートとかしたら、絶対にその国特有の、国というか文化特有の結果っていうのが出てくると思うんですよ。で、そういうアンケートじゃなくていいんですけど、皆さんが何を食べているのか、すごい気になるので、本当にぜひ教えてください。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。レブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアイ・シルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、オー・ウェンハオさん、チャールトン・ローさん、グエン・トゥアン・アインさん、チョ・ミンジェさん、チャン・ジュテさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、BC・ユンさん、ハン・インスさん、イ・ギルジンさん、フランキー・ユンさん、ミズ・リンさん、チョ・インチューさん、ミンジさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホア・グエンさん、プラシャント・シンさん、ココナムさん、ミヤビック1299さん、ビッグガスさん、ウィリアムさん、ザ・トランさん、ライ・ナオコさん、ロジテック・カメラさん、ジュマリナさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。また収益が安定するので、チャンネル運営にとても助かります。本当にありがとうございます。まだ入っていない皆さんもよかったらぜひご検討ください。ただですね、このチャンネルメンバーシップで上のプランに入っていただくと見れる特別なエピソードがあります。これはチャンネルメンバーシップでも見れるんですけど、私の発音コースの、サイト、そちらの方にも今アップをし始めました。なのでそちらでも見ることができます。なのでそっちに入ってくれればメンバーシップは入る必要はない感じです。もし発音を良くしたいって思う方がいたら、ぜひその私のコースの方もご検討ください。英語で教えるコースなんですけど、毎月1回発音チャレンジというのをやっています。で、
これ本当に不思議なんですけど、5ヶ月6ヶ月ぐらいだとあんまりそんなに上手くなったなって思わないことがあっても、本当に1年ぐらい続けてるとすごい上手くなってるんですね。継続は力なりだなって思ったんですけど、継続は力なり、これは長く続けると結果として現れてくる力になるって意味です。で、例えばその英語風な発音がどうしても日本語に入ってきちゃった人たちの発音が、そういう部分が減ってくるんです。で、だんだん日本語のリズム、日本語らしい発音になっていきます。本当に素晴らしい。私も毎回フィードバックするんですけど、皆さんがそのフィードバックをもとに練習してるからだと思うんです。なので皆さんもね、ぜひよかったらご検討ください。リンクは概要欄になります。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、それからチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。では皆さん良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。